明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。金河新年ということで、そうですね。昨年は非常にいろいろと変化の年でして、本当に自分にとっては大きな1年だったかなと思いますが、100周年も無事を終えて、ここからという段階に入りますので、引き続き本年も1年よろしくお願いいたします。お願いします。はい。で、今日はこれは何ですか？これ大野さんのとこで買ってきたんですけど、はい。黒松の黒？赤じゃない？赤です。赤なのこれ。本当だね。赤だ。すごいね。この太さ。そうだね。黒松だと思ってた。赤松のどうすんだっていう木です。はい。これを多分1回で終わらないと思うんで、シリーズでなんかちっちゃい模様切りにできたらいいなっていうことで買ってきたんで、やってほしいなってことです。わかりました。じゃあ頑張っていきます。はい、お願いします。はい。ということで赤松の素材ということなんですが、非常に面白いですね。曲がりと模様が、でちょっと長いところとちょっとごちゃごちゃしているところもあるので、一旦その辺の枝を落としていった方がいいかなと思います。はい。模様木って言ってもだいぶ小ぶりにはした方がいいと思う木なんで、このぐらいの樹高ですよね今ね。そうですね。で今ここに生えてるこの枝に関してはもういらないかなと思うんで、これはもうバツッと落としていきます。でここの枝なんですけど、際で切るというよりかは先にちょっと残して切ります。このぐらいちょっと残して切ります。はい、で、切るタイミングとしては大体1年後ぐらいですかね。1年か1年残りね、はい、ここの部分をぐらいに元で切ってあげるといいと思います。なんでかっていうと、元で切ってしまうとより枯れ込みが進んでしまって、そこが抜けちゃったりとか、あとは、ちょっとヤニも非常に吹いてきやすかったりするので、一旦ここでちょっと1年ぐらい松ヤニを止めといて、で1年後ぐらいにパツッと元で切ってあげると、綺麗になるかなと思います。はい。はい。あとちょっと枯れてるところありますね。こういうところ。はい。こういうのも切ります。こういうところは元で切っちゃって大丈夫です。はい。そういう感じですね。はい。だから1年後これをこうしてあげると。わかりました。いいって感じです。はい。これも枯れてるんですね。枯れてるけどここに生きてるのがあると。いうことなんで、これも一気に切れずに少しだけ残して切ってあげます。はい。こういう状態ですね。これがおそらく去年だか一昨年に切った場所で、ちょっと残してあるということですね。はい。でこういうのも、ゆくゆくはこういうふうに元で切ってあげるとより綺麗になりますので、段階を置いてやっていくといいと思います。はい。ここが昔こういう場所だったところですね。伸びて生えていたところ、ここは元で切っちゃいます。まず一旦軽くこの辺で切って、であととりあえず使わない太い枝を切ったのと枯れた枝切ってるって感じですよね。頭をどれにするかなんですよね、問題はね。差し枝って言われて一番重要な枝はこれになると思います。この枝ですね。このぶったやつ、下から出たやつ、これですね。これが重要なんで、これは使うとして、結構課題はこの太い枝、これをどうするかですね。でこれは正直使いようがない枝なので、うちはもう落としちゃいます。まずで、ただこの後ろにちっちゃいのが控えてるんです。これはちょうど使いやすいような枝なんですね。でもただし出方が良くないよね。悩ましいです。悩ましい。実際今迷ってるのは、この枝で頭にするか、
これで頭にするか。はいはで、まあもう一個ここもありますね。この枝で頭にするっていうもうそんなところであるんですよ。それはどうやって変えるかっていうと、この植え付けの角度なんですよ。これでここを頭にするのか、はいはこれにしてここを頭にするのか、い。ここにしてこれを頭にするのか。なるほど。で、まあ正直セオリー通りにできる木はもうないんですね、出方から言うと。だからまあ消去法でいくしかなくて、まず第一にじゃあここで頭にするとなった時に、こっちに返す枝ってまあこれ一本になるわけです、そうするとまあ非常に寂しい、そうね、今の状態では寂しくなってしまうって感じですね、でじゃあ次、この真ん中の枝、で頭にするとどうなるかというと、頭のが一本のただの目だけになってしまう、ここ1個だけあるんですよ目が、これだけになってしまうので、まあ、頭が今度は寂しくなる、でじゃあ次、これですね、これにしてしまうとあまり出方がよろしくないんですね、後ろから帰ってくるって出てるのと、あとはこれを下げた時にここに一切の枝がない、だから差し枝の次にも頭みたいになってしまう、そうすると結構選択肢としては、まあ、限られてるかなというふうに思います。裏から見てもでもこっちでしょうね、さあどうすか。まあ僕が見た感じで言うとこの真ん中、これを頭にしようかなと思いますので、そうできるようにちょっと今回やっていきます。でまずはこの下の差し枝から針金をかけていきます、だとまあちょっとこの辺の枯れてしまってるような枝をかけ渡すような感じで、まずはかけていきます。これもう枝は落とさないですか？枝はもう落とさないの？いや落とすんですけど、とりあえず枝を一回下げてみてから考えようかな。なるほど。でこの枝を下げるのでだいぶ強い針金じゃないといけなくて、この針金で下がらなかったら下からちょっと引っ張ります、でアルミ線で今回やっていきます。ちょっと枝を結構操作すると思うので、これでも畑で育てた赤松ってことだよねきっと、でやっぱこういう商品にするために太い枝切ってこのサイズになってたってことだよね、作るとき、じゃあこういう素材はまあ黒が多いけどね、ありますよね。ありますね、で今後やっぱこういう素材の需要が増えていくんじゃないかなとは思います。なるほど。韓国産の黒松も同じような感じですもんね。ああそうそうそう、あれは値上がりだけどやることは一緒、で一応ここが開けました、で今度は細かい針金をかけます、この辺はそんなに太くなくていいと思う。結構数が限られてる目だから、落とさないようにしないといけないですね。はい、ちょっとかかりました、ちょっとこの部分これ浮かないですよね、だからここの部分に穴を開けます。で針金をきつく曲げるのはここぐらいかな。そうです。あと細いもんね、枝が。こういう感じかな、差し枝、いい感じ、差し枝ね、これがあるからいいんですよ、これがないとすっからかんになっちゃうんで、なるほど、これがあることによって重厚に見えているって感じですね、で次は
この枝とこの枝とこの頭をかけていきます。裏枝は上から下ろしてくるような感じになるのかな。生えてるから。これかな。うん、そこか。うん。まあ上からになっちゃうんですね。そうね。この辺から生えてるといいんだけどね。そうですね。まあでもしょうがない。2.3 ぐらいでしょうかね。この大事な1個の枝を落とさないようにして。そうか。頭が一目しかない。こういうのもやっぱ枝数減らして頭上向けとけば元気になるのかな。上が元気になるじゃないですか。間違いなくそうだと思う。でもそれが別に一番上ってわけじゃないですもんね、枝の配置的に。でもやっぱりそこは光が当たれば元気になってきます。元気になるか。1番っていうのは数字として見えるわけではないんで、何とも言えないですけど、間違いなく元気にはなってくると思います。なるほど。でここは下げて、これ頭。頭なんだ。なんか差し枝すごいのにね、頭頼んないね。頼りないですね。しょうがないですね。最初にねあったように何年かかけて一気にできればいいのかなとは思いますので。で次裏枝ね。はい。ちょっと太いのかけましょう。はい。上がらないとは思いますけど。これでもこのサイズの商品盆栽で出来上がったのだったら相当いい値段しますよね。あとは皮が来ればですね。来れば。でももうちょっと木かけてるから、5年ぐらいかけて作っていい木になるんじゃないですか。一番需要がある大きさでしょうね。これはね。こういうのから作れば景観もね楽しめるから。ちょっと逆向きにここら辺空いてるんで、裏枝とはいえ逆向きに持ってきます。ちょっと端から見えますね。こう見るとね。本当だ。で今度また細かいの。はい。何年ぐらいで見れる形になる？枝数はでも3年もすればもう豪華になると思いますよ。だってあれもそうじゃん。あれ？値上がり。確かに。究極。今ちょっと持ってこようか。今の様子。はい。これ前作ったやつ。韓国産の黒松。あれにかけて2年ぐらい。もっと経ってんじゃない？あれでもまだついてるよね。だってやり直しましたよね、確かに。一回やり直したんだっけ？もう4年ぐらい経って。これもいいよね。肌がやっぱね来ないけど、こういう感じに作っていけます。はい。あの木も。はい。この木も立派な姿を3年ぐらい。見たい。木が古そうですけどね、ちょっとね。古いでしょうね、多分ね。肌的には。これですね。はい。で、これらを針金かけます。ちょっとこれ裏枝に持ってきました。おーい、裏枝。これがちょっと弱いかもな。ちょっとあれだけど、まあ一応かけていきましょうかね。はい。飲むか。はい。はい。どうですか？いや、頭が寒いですね。逆言うと頭ができればなんとかなりそうだよね。なる。で、なんで頭こんだけ
寂しくやってるかっていうと、一番強くなるので今後、枝数も増えてきますから、全然問題ないので、こういう三角形ですね。そうですね。こういう三角形。なんか見えそうな。はい。見える。見えた。本当にあれだよね。頭だけ毛がない人みたいなね感じではあるけど、このあと今回はだから骨格作りみたいな、不要な枝を切って骨格作った。この次はどんな感じなんですか？この後はまあ大体これで1年はちょっと食い込んじゃうと思うんで、半年ぐらいで外してもう一回かけてを繰り返していく形だと思うんですけど、重要なのは目切りかなと思ってて、下の枝だけやるような感じかなと思います。一旦こっちは伸ばしてあげた方がいいと思いますね。そうですか。はい。この状態で切ってしまうと、本当に同じようなのがまたちょぼっと出るだけなんで、一旦もっと元気させないといけないですね。忘れないようにしないと切っちゃいそうだね。ここだけ切ってください。ここも完成してる。こっちもやんないの？ここでも大きくなっちゃうから。でもこの辺元気にしてあげたいんですよね。なるほど。はい。じゃあ差し枝だけやってみましょう。あとこれもやって。この枝、これも強いから。覚えてないよな。これ？そう。これだけ？そう。ぜひやってもらえば大丈夫です。わかりました。はい。で目切りをして針金をずっとかけていけば、赤松のね商品の模様着なんて珍しいからね。そうですね。結構嬉しいかも。やることやれば非常にいい素材だと思いますので、こういうような素材があったらやってみていかがでしょうか。そうですね。はい。これも10倍ぐらいになるのかな。10倍にしましょう。はい。値段知らないけど。ということで、針金かけ赤松の骨格作りをやってみました。一つ仕事やってあげるだけでこういう形がつきますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。はい。じゃあこの動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ちなみに今年の目標ありますか？急に言われても。今日12月十何日かまだ。もうでも来年なんで。ちょっと 19？ だいぶ驚くような発表があるとは思いますので。マジですか？結婚したいですね。結構驚くような発表があるんだ。あると思うんで、現時点では話はつきそうなんですか？それはまだ確定じゃない？確定ではないんですけど、ちょっといろいろ変化はあると思うので、その辺はちょっとどんな結果でも応援いただければ嬉しいなとは思うんですけど。なるほど。嬉しいサプライズですか？微妙なサプライズがあるので。微妙っていうかどっちとも取れますよね。どっちでも取れるかもね。ただ僕は男になる。ついに男になる時が来ます。卒業だ。そういう話？やっと男になれんだ。結婚するのに。結婚するのか。使いにくいな。